こんにちは、なつきかりんです。今回は8月11日にリリース予定のスマホ PC 向け MMORPG 幻冬の魅力的なポイントを紹介していきます。ポイントは3つ。探索がメインのゲームであること、手動操作のゲームであること、対人戦が全プレイヤー横並びであることです。幻冬のメインコンテンツはフィールド探索であると言っても過言ではありません。フィールドには多数のギミックがあり、それを攻略することでガチャチケットを入手することができるんです。ガチャチケットを入手できるなんて非常に魅力的ですよね。ミニマップの白いひし形に注目。これがフィールドギミックのマークです。フィールドギミックは頭を使うものや操作技術が必要なものなど様々です。ゼルダの伝説をイメージすると分かりやすいのかなと思います。これまでのゲームはフィールドといえばただ単に狩りをするだけの場でしたよね。あの山は登りきれるのだろうか、この海は渡りきれるかな、この塔の頂上には何があるんだろう。幻冬は冒険することの楽しさを感じさせてくれるゲームです。そうそう、 PK はないので安心してくださいね。幻冬の操作は全て手動です。オートプレイはもちろん放置狩りもありません。またオフラインの時にキャラクターを成長させるような機能もありません。クエスト開始 NPC の場所に自動で移動するといった機能もなく、ゲームを操作する満足感は非常に高いです。ただ言い方を変えればプレイ負荷が高いとも言えます。特にやりごたえがあるのが戦闘です。幻冬の戦闘はまるで格闘ゲーム。必殺技をコマンド入力によって出すようになっているんです。こちらは体験のコマンド表です。こちらは操縦です。コマンド入力は武器によって変わります。このように幻冬では通常攻撃、ジャンプ、回避ボタンの組み合わせで必殺技を出していきます。これが非常に楽しい。MMORPG でここまで爽快感を得られるゲームは珍しいです。課金によって強くなるゲームが多い中で、幻冬の対人戦仕様は非常に面白いものとなっています。なんとキャラクターの育成状況が全て横並びに補正されるんです。対人戦の仕様を簡単にまとめてみました。対戦は1対1、お互い手動での操作になります。ステータスは全プレイヤー横並びに補正されます。武器、アルケーは貫突状態になります。ロール、アバター、ポリションの効果は無効。対人戦は日課に含まれず必須コンテンツではありません。このように対人好きのプレイヤーには公平に楽しめるものになっています。また一方で対人コンテンツが苦手な方にとっては対人戦が日課に含まれていないので避けて通ることが可能です。気になる報酬ですが、ガチャなどに使用できるゲーム内通貨の他に称号や乗り物を獲得することができます。対人戦をやっているプレイヤーとやっていないプレイヤーとで育成状況に極端な差がつくことはないので安心してくださいね。このような仕様だと課金する意味がないのではないかと思われるかもしれませんが、そうではありません。幻冬の武器入手はワールドボスの討伐報酬でたまに獲得することができますが、その大部分はガチャに依存します。10種類以上ある SSR 武器、これをどれだけ持っているかはどのくらいガチャを引けるかに依存します。つまり課金プレイヤーは多くの種類の武器を持てる分、対人戦におけるビルド構築の幅が広くなります。とある武器が対人戦で強いと分かっていても持っていないことにはどうにもならないですからね。ちなみにギルド戦などの大規模戦闘はなかったので今後の開発に期待したいところです。いかがでしたでしょうか。リリース間近となった幻冬、チャンネルユンユンでは幻冬攻略の特設サイトも作っているのでよかったら概要欄を確認してくださいね。また今後も幻冬の情報を配信していく予定なので
これからもよろしくお願いします。それではここまでの放送は私夏木かりんがお送りしました。またね。